こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドノリタケの図柄1として花の王様、バラのお話です。オールドノリタケには様々なバラが描かれています。これは2002年に都内で開かれた美術展でオールドノリタケのバラの世界というテーマで展示された花瓶です。17世紀頃のヨーロッパでは貴族が邸宅に磁器の間と呼ばれる部屋を作って競うように磁器を飾りました。オールドノリタケのバラの世界の展示はその壁をイメージしてレイアウトされました。これらの花瓶は水差し型、鼓型、3次取っ手、4次取っ手と形も大きさもまちまちです。植物のバラの花の最盛期は5、6月ですが、一年中出回っています。花の色は代表的な赤、白、ピンク、黄色などの単色のものとミックスカラーのものがあります。代表的な花言葉は愛と美ですが、個々の色の花がまた別の花言葉を持っていたりします。花の色、つぼみ、トゲにも花言葉があり、あらゆる花の中で最も多くの花言葉を持っていると言われています。花の王様と言われるゆえんです。これはルネッサンス期のイタリアの画家ボッティチェッリの名画ヴィーナスの誕生です。ギリシャ神話で愛と美と性を司る女神アフロディーテがキプロス島の海で生まれた場面が描かれています。アフロディーテは愛の象徴であるバラを生み出したと言われており、宙を舞うようにバラの花が描かれています。バラ、英語でローズの語源は古代ギリシャ語のロドンやケルト語で赤色を意味するロッドであると言われており、古代から人々に親しまれていたことがわかります。では、オールドノリタケのバラに話を戻しましょう。こちらはモカカップ&ソーサーでコーヒーやホットチョコレートを飲むために用いられました。オールドノリタケが作られた時代はホットチョコレートが人気の飲み物でしたが、それから100年近く経った後でも欧米のイギリス系の小学校では休み時間にホットチョコレートが配られて飲む習慣が残っていました。これはコバルト金森バラエシュガーポットです。コバルトは大変高価でイスラムの権力者であるサルタンたちに好まれました。西洋かぼちゃのような形が可愛らしいです。これもコバルト金森バラエのクリーマーです。シュガーポットとセットです。このクリーマーは中にコバルトが垂れた跡や鎌傷の黒点が目立ちます。手工芸のぬくもりが伝わってきます。これは象取っ手花瓶です。象の頭と鼻が取っ手になっている変わり種の花瓶です。オールドノリタケには時々変わった取っ手や足があります。同じバラの図柄で取っ手が海蛇のものもあります。これは水差し型の花瓶です。オレンジ色のバラが力強く手書きされています。これはピンクのバラが金盛りで縁取りされ、背景が金のぼかしになっている豪華な花瓶です。ピンクのバラの花言葉はしとやか、上品、そして感銘です。これはコバルトのボールです。コバルトと金、バラのコンビネーションは最もアメリカ人が好む組み合わせです。
とてもゴージャスな印象を受けます。こちらはエナメル盛りがふんだんに施された華麗で上品な小花瓶です。窓絵には写実的に手書きされたバラ、そして首の帯にはデザイン化されたさまざまな色のバラが手書きされています。その周りをネオクラシカル装飾のエナメル盛りが緻密かつ精巧に施されています。職人技が光る一品です。これはバスケット型の器です。3色のバラが手書きされています。紫のバラが写実的に描かれているのは珍しいです。チョコレートボンボンを並べるような器です。こちらは草花紋バラズビスケットジャーです。モスグリーンの背景に金盛りが美しく、まるで織物のようです。窓絵にはバラが手書きされ、形は西洋、そして和のテイストがふんだんに入った器です。画上、別名見本帳にある図柄です。これはウェッジウッド風盛り上げバラズコンポートです。ウェッジウッド風盛り上げは、イギリスのウェッジウッド社のジャスパーウェアとは製法が違いますが、配色がウェッジウッドを連想させます。オールドノリタケのウェッジウッド風盛り上げは、この器のようにバラズとセットのものがよく見られます。こちらはタペストリーのバラズ花瓶です。オールドノリタケのタペストリー技法は、器の焼成前にタペストリー、つまり布を生地に押し付け、その布がついたまま器を焼くことで、器の表面に布地の跡をつけるという技法です。これはデザイン化されたバラが描かれた植木用の飾り鉢です。当時、大小さまざまな飾り鉢が作られました。内側には金属製の器を入れて使われたと思われます。こちらはアイスクリームセットのメインボールです。同じデザインの四角い小皿がつきます。黒に金、白いバラの両サイドに紫の花と豪華な器です。白いバラの花言葉は純潔です。これはアール・ヌーボー金盛りバラズ花瓶です。アール・ヌーボーの曲線の中にペイズリー柄が金盛りで描かれており、とてもゴージャスな花瓶となっています。こちらはパウダーボックスです。ドレッサーセットの一部で、これにおしろいとパフを入れて使いました。ピンク地に金盛り、デザイン化されたバラがとても豪華です。これは図案化されたバラがエナメル盛りで描かれた花瓶です。アーツ&クラフツ運動で有名なイギリスの建築家チャールズ・レニー・マッキントッシュは自身のデザインにバラをよく用い、このエナメル盛りの花瓶はそのマッキントッシュのバラを彷彿とさせます。チャールズ・レニー・マッキントッシュとバラは、彼の名前が付けられたバラの品種もあるくらいバラと深い縁があります。こちらの写真はマッキントッシュがデザインしたカフェのメニューです。右奥はケーキのサービングプレートです。ネオクラシカル装飾のバラが可愛らしく装飾されています。左奥はデザイン化されたバラが大胆な配色で描かれたケーキ皿です。同じデザインでティーセットもあります。大変インパクトのある図柄です。百貨店の高島屋さんのマークもバラです。2008年に日本橋高島屋美術館でオールドノリタケの美術展が開催された時は、
高島屋さんにちなんでバラの図柄のオールドノリタケを集めたローズガーデンというコーナーが展示されました。以上、今回はオールドノリタケの図柄1として花の王様バラをご紹介いたしました。次回はオールドノリタケの図柄2鳥についてご紹介いたします。